こんにちは、メイです。突然ですが、このロフトについている手すり、とってもリアルですよね。まるで本当に2階があるかのよう。今回は素晴らしいアイデアをお借りして、リアルな手すりのついたロフト付き物件を作っていきます。リアルな手すり付きのロフトの発案者はちゃんなつさんです。材料や手すりの作り方なども含め、ゆっくりと解説していきます。ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。動画の目次です。はじめに部屋の概要、次にロフトの作り方、最後に部屋全体を作っていきます。ロフトの作り方だけ見たい方は1分37秒までスキップしてください。まずは部屋の概要です。部屋の大きさは 10×10。窓はなしでエントランスは一番右。明るさは白で最大の明るさ。環境音はなしです。壁と床の概要です。メインの壁紙はロフトの色と合わせると一体感が生まれるので、なるべくロフトと近い色がおすすめです。それではロフトの材料です。全部で6種類の家具を使います。奥がロフト部分を作る材料で、手前が階段を作る材料です。階段の組み合わせは何通りかあるので、他の例が知りたい方はぜひこちらの動画もご覧ください。ロフトを作ります。今回は左側がアクセントウォールなので、仕切り壁と柱も追加します。アクセントウォールが左右にない方はこの作業は飛ばしてください。階段を作ります。クレーンゲームの背中部分が正面を向くように向きを変えます。クレーンゲーム、アイアンクローゼット、階段ダンスの順番に奥から置いていきます。これで階段部分は完成です。正面から見るとこんな感じ。クレーンゲームの側面は隠してしまうので OK です。では次にロフト部分を作ります。まずはここに本棚を4つ並べます。本棚は本の部分が中心に来るように向かい合わせで並べます。本棚だけだと上に物を置けないので、アンティークなワードローブを追加します。手前に檻を3つ立てます。檻の手前に本棚の裏側が正面に来るように3つ立てます。次にここに大理石の柱を並べていきます。仕切り壁でも他の柱でも良いですし、部屋の横幅に合わせてロフトを作る場合はこの工程を飛ばしてください。これでロフトの基本部分は完成です。正面から見るとちょうど折り部分が手すりのように見えますね。アレンジ次第では島クリエイトでも使えるんじゃないかなと思います。檻の奥の本棚とワードローブを2段目にしちゃえば、ちょっと変わった手すりのある場所ができそうですね。ここからさらにリアルにするためにロフトの飾り付けをしていきます。蓄光ウォールステッカーでドアの前デザインを貼り付けるとかなりリアルさが増します。他の家具は縦に小さめの方がロフトの足場に近い部分に空白ができてリアルになります。階段部分に電気をつけます。天井のライトだとどうしても長さが出てしまい、階段に近くなってしまうので壁掛けライトがおすすめです。右下もついでにドアをつけておきます。壁掛け家具の効果で目線が上に行くようになりましたね。さらにドア付近に小物を置いて2階感を高めていきます。これでロフトの飾り付けの完了です。手すりがリアルで素晴らしいですね。発案者のちゃんなつさん、ありがとうございます。ここからはスピードビルド編です。ロフトのあるお部屋を仕上げていきます。ここに玄関を作ります。玄関らしく石畳なラグを敷きます。海外風にするならなくても OK です。最近流行りのただいま手洗いの洗面台を置きます。すぐに手を洗えるので便利ですよね。洗面台の横にドライフラワーもよくインスタで見かけるので採用しています。
柱を足して小さな玄関ホールを作ります。玄関ができました。横から見た時に大理石の柱が滑らかになっていないので調整します。滑らかになるまで向きを変えていきます。次にロフトの前にキッチンを作ります。本棚の壁を隠すように冷蔵庫とシンプルなパネルを並べていきます。ここに大理石のカウンター H を置きます。扉はパントリーにつながっています。キャビネットの前は木箱を置きます。最近の家はパントリーを作ることが多いようですね。材料やストックを置く場所があるだけで部屋が片付いて綺麗になりますよね。物の住所を作るって大切だと思います。キッチンの足元はグレーのフロアタイルを敷いて汚れを目立たなくします。汚れが目立たなすぎてお掃除をサボりがちになるのは秘密の話。大理石のカウンターから1マス開けたところにキッチンを置きます。キッチンの手前に大理石のカウンターを3つ並べます。キッチンの横には展示台を置いています。大理石のカウンターの右側に柱を2本立てます。なくてもすっきりとしますが、今回は部屋の区切りのために採用しています。私の大好きな家具、裸電球の登場です。これを並べて飾ります。ダイニングを作ります。全体の家具が暗めなのでテーブルと椅子も黒にし、足はシルバーで揃えます。これでキッチンダイニングの完成です。吹き抜けのある家って感じですね。右側の廊下を作っていきます。奥の玄関を見せるために長い廊下にしました。最近の家だとなるべく廊下をなくして一部屋を広めにとって部屋同士をドアでつなげたりするようですね。この廊下は最高のために作ったという設定です。犬を飾って廊下の完成です。最後にリビングを作ります。入り口側の壁に沿わせるように木製のカウンター L を並べます。カウチ付きの大きなソファーを作ります。パッチワークなテーブルをカウチ部分に見立てます。パッチワークのソファーを並べます。ここに木製カウンター H を並べます。なくてもいいのですが、あった方がソファーがまとまるような気がします。他の部分がきちっとしているので生活感を加えていきます。メリハリですね。左側の壁を飾り付けていきます。階段部分はすりガラスにしているという設定です。外から見えたら嫌ですよね。カウンター L の真ん中に来るようにテレビを飾ります。これで全て完成です。左側をかなりギュッと詰め込みましたが、右奥の玄関とロフトに目線が抜けるようにしました。リアルな手すり付きのロフトのある部屋はいかがだったでしょうか。あつ森はどれだけ年数が経っても新しいアイデアが出てくるので本当に楽しいですね。リアルな手すりのついたロフトを作ってみたいと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。